あなたは今、自分の投資先が絶対に正しいって胸を張って言えますか？いきなりかなり確信をつく質問から始まりましたね。はい、というのもですね、例えば、レストランで栄養バランスの取れた完璧な定食を頼んだはずなのに、隣の席に運ばれてきたジュージューと油が跳ねる巨大なステーキからどうしても目が離せなくなってしまうことってありませんか？ありますね。匂いもすごいですし。ですよね。自分の胃袋には絶対この定食が合っているって頭では分かっているのに、あっちの方が良かったんじゃないかって心がざわつくんです。なるほど。投資における隣の芝生は青く見える現象ですね。そうなんです。ようこそ今回の徹底解説へ。今日はですね、投資家なら誰もが一度は陥るこの隣の芝生問題の核心に迫っていこうと思います。NISA などの制度を使って数年間コツコツと積み立てを続けてきたからこそぶつかる壁ですよね。ええ。最初のハネムーン期間が終わって市場の波をいくつか経験した今だからこそ生まれる非常に深くてかつ普遍的な迷いだと思いますよ。まさにその通りです。情報過多にならず、本質的なアハ体験を求める学習者のあなたに向けて、今日も複数のデータや行動心理の資料を紐解いていきます。今回のターゲットは、NISA を始めて3年ほど経過した投資家が直面するこの強烈な迷いです。とても重要なテーマですね。でもその前に、このメニューを深く読み解く上での大切な前提をお伝えしておきますね。私たちはお金のプロやアドバイザーではなくて、あくまでデータと文脈を読み解く案内人です。はい。この徹底解説は投資の勧誘や特定商品の推奨ではありません。もし隣のステーキを真似して注文して胃もたれを起こしてしまっても私たちは責任を取れませんからね。そうですね。投資における最終決定権と責任は常にあなた自身のポケットの中にあるということを絶対に忘れないでください。はい。その境界線は自分の資産を守る上で最も重要な防具ですからね。市場は誰に対しても何の保証もしてくれませんから。本当にそうですね。さて、日本のNISA口座保有者は今や2300万口座を突破しました。すごい数字ですよね。毎月コツコツ積み立てを継続しているあなたもその一人です。でも、ふとアプリを開いた瞬間に、あれこれ S&P500 に全振りしておけばもっと爆発的に増えていたんじゃないかとか、よく聞く声ですね。オルカンで世界分散しているつもりだけど、結局アメリカの上司次第ならアメリカだけに絞るべきなんじゃないかとか、話題の AI 関連 ETF を混ぜてブーストをかけるべきなのか、なんて自分の選択を疑う瞬間ってありませんか？ありますよね。実際のデータを見ても、まさにその迷いが具体的な行動パターンの違いとして現れているんです。ほう、行動パターンにですか？ええ。これは非常に人間らしいというか、好景気において誰もが経験する正常な反応なんですよ。よし、じゃあこれを紐解いていきましょう。ここにすごく面白いデータがありますよね。積み立て NISA を始めた人のうち、3年以上銘柄を一度も見直していない人が全体の6割以上いるっていう報告です。はい、非常に興味深いデータです。これ、私の最初の直感だと、素晴らしい彼らの大勝利だって思ったんです。だって、インデックス投資って、設定したらあとは忘れて放置するのが大正解の設計じゃないですか。理論上はまさにその通りですね。なのに、なぜこれが今になって迷いを生む原因として議論されているんでしょうか？放置の勝利じゃないんですか？ここで面白いのは、放置していること自体が問題なのではなくて、その背後にある行動のギャップなんですよ。行動のギャップですか？金融リサーチ機関の実際の運用成績データを見てみるとですね、驚くべきことがわかります。実は、インデックス投資家の実際の運用成績は、彼らが買っているファンド自体のリターンよりも、平均して 1% から 2% 低いという残酷な傾向があるんです。ちょっと待ってください。自分が持っているファンドが 10% 成長したら自分の資産も 10% 増えるのが当たり前ですよね。普通はそう思いますよね。はい。どうやったら自分のファンドの成績より自分の利益が 2% も低くなるっていうマジックが起きるんですか？その最大の原因がですね、隣の芝生が多く見えたことによる致命的なタイミングでの乗り換えなんです。なるほど。致命的なタイミング。で、多くの人は最初、論理的で正解とされる全世界分散、つまりオルカンを選びますよね。はい、みんなそうやって始めます。しかし、その後、アメリカ市場 S&P500 が圧倒的な成長を遂げるのを1年2年と横目で見続けることになるわけです。自分の定食も悪くないけど、隣のステーキが毎日美味しそうな匂いを放っている状態ですね。まさにそれです。
そして自分は賢い最適化をしているんだと思い込んで、S&P500 が最も高騰しきったピークのタイミングで、たまらずオルカンを売って S&P500 に乗り換えてしまうんです。うわ、一番高値で買っちゃうわけですね。そうなんです。すると直後にアメリカ市場が調整局面に入って、逆に他の国の市場が回復し始めたりする。結果として、高いところで買い、安いところで売るという、迷いによる自滅を引き起こしてしまうんですよ。なるほど。焦って列を飛び出した瞬間に元の列が進み始めるあのスーパーのレジ現象ですね。ええ、本当にその通りです。6割の人が放置できている一方で、頭の中でずっとあっちに乗るべきかって計算し続けて、一番やってはいけない瞬間に動いてしまう人が後を絶たないんです。つまり真剣に投資に向き合ってより良くしようと考えること自体が逆にリターンを削る罠になっていると。そういうことです。だからこそ、焦ってアプリの画面をいじる前に、オルカンか S&P500 かという究極の二択に対する問いの立て方そのものを根本から変える必要があるんです。問いの立て方を変える。それこそがこの迷いを断ち切る鍵になりそうですね。みんなどちらが将来儲かるかっていう正解を探そうとしちゃいますから。でも、未来の相場なんだ誰にも読めませんよね。確かに。ですから、真の判断軸は、どちらがリターンが高いかではなくて、どちらがあなたの眠れなくなるリスクの境界線に合っているかなんです。眠れなくなるリスクですか？はい。市場が 30% 暴落した夜、あなたがパニックになって全額売却してしまわずに、ぐっすり眠れるのはどちらのポートフォリオかという視点ですね。なるほど。暴落した時の自分のメンタルですね。ええ。例えば S&P500 は、米国経済という単一の強断なエンジンに集中投資します。過去10年は圧倒的でしたが、もし米国の法規制や人口動態に変化が起きて停滞期に入れば、そのダメージを何のクッションもなく全身で受け止めることになります。でも先生、ここからがすごく面白いというかみんなが腑に落ちていないポイントだと思うんです。ほう、何でしょうか。オルカンは世界経済全体への分散投資って言いつつ、中身を開ければ約 60% から 65% はアメリカ企業ですよね。はい。現在の時価総額ベースだとそうなりますね。結局アメリカが風邪をひけばオルカンも熱を出すわけじゃないですか。だとしたらリスクを抑えるために定食を頼んだのにおかずの6割以上がステーキ肉じゃないかって思いませんか？確かにそう見えますね。結局ほとんど同じ道を走っていることになりませんか？それは非常に鋭い指摘ですね。実際に専門家の間でも、そこまで相関性が高いなら、オルカンも S&P500 も誤差だという批判があるくらいですから。ですよね。しかし、ここで視点を少し引いてみてください。重要なのは、残りの 35% から 40% のアメリカ以外、つまり欧州や新興国の存在意義なんです。アメリカ以外の部分ですね。ええ。この 40% はリターンを爆発させるためのエンジンではありません。あなたの精神を守るためのショックアブソーバー、つまり定食における白ご飯のような役割なんですよ。白ご飯ですか？ステーキの脂っこさを中和するための？その通りです。もしアメリカ経済が本当に大きなダメージを受けたとき、S&P501 本の人は自分の資産の 100% が沈んでいくという恐怖と直面します。それは怖くて眠れませんね。ええ。でも、オルカンを持っていれば、確かに今はアメリカがダメだけど、自分にはまだ中国やヨーロッパ、新興国という別の回復エンジンが 40% 分残っているぞ、と頭で理解できるんです。なるほど。この、いざという時のクッションがあるという事実そのものが、投資家が市場から逃げ出さずにホールドし続けるための巨大な精神的支えになるんですよ。なるほど。リターンの数字だけで比較するのはナンセンスなんですね。そういうことです。残りの 40% は利益を最大化するための攻めのピースではなくて、自分がパニックになって途中でゲームを降りてしまうのを防ぐためのいわば保険料だと。ええ、まさに保険料ですね。そう考えると、ステーキか定食かで迷っていた自分が、実は栄養素の多さではなくて、自分の胃袋がどちらなら最後まで消化しきれるかで悩むべきだったって気づかされます。まさにその通りです。リターンの最大化ではなく、市場に残り続けるための納得感の最大化こそが小橋さんの役割なんですよ。これで守りの基盤、オルカンと S&P500 の役割の違いは完璧に腑に落ちました。でもこれで終わりじゃないですよね。と言いますと、じゃあ、毎日ニュースで騒がれている AI とか半導体のテーマ型 ETF はどうなんだっていう疑問が残るんです。今の定食の例えで言うなら、これは差し詰め激辛スパイスといったところでしょうか。資産の加速装置としてテーマ型 ETF を組み込む戦略ですね。一般的に多くのファイナンシャルプランナーは
全体の 10% から 20% 以内に止めるなら、スパイスとして機能すると推奨しています。そこで私少し反論したいんです。おう、どうぞ。もし私たちが先ほど結論付けたように、一番大事なのは夜ぐっすり眠ること、相場を気にせず放置することだとするならですよ、たった 10% でもそんなボラテリティの高い値動きも激しい AI 関連の ETF なんて最初から組み込むべきじゃないのではって思うんです。なるほど。ノイズになるんじゃないかと。はい。それを入れた瞬間に気になって毎日アプリを開いてしまって、結果的に先ほど言っていたタイミングを見計らった無駄な売買を誘発しませんか？その反論は行動経済学の核心をついていますね。確信ですか？ええ。論理的に考えれば、インデックス投資のノイズになるようなものは一切入れるべきではありません。ですよね。しかし、現実の人間は完全に論理的ではないんですよ。世間が AI で大儲けしたというニュースで持ちきりになっているとき、人間はどうしてもFOMO、つまり自分だけが取り残される恐怖に耐えられなくなるんです。確かに。周りがみんな最新のスパイスカレーを食べて汗をかいているのに、自分だけ無味乾燥なパンをかじっているような寂しさはあります。そうなんです。だからこそ、この 10% のテーマ型 ETF は、資産を増やすためというよりも、あなたの暴走を食い止めるためのガス抜きとして機能するんですよ。ガス抜きですか。ええ、完全に退屈なポートフォリオを強要すると、いつか欲望が爆発して、守りのようであるコア資産を全額売却して、バブルの頂点で全額を AI に突っ込んでしまう。これが投資家が陥る最悪のシナリオです。うわー、それはリアルですね。一番やりがちな失敗です。でも、全体の 10% だけスパイスを許容していれば、自分もちゃんと AI ブームに乗っているし、恩恵を受けているという知的好奇心と満足感が得られますよね。確かにちょっと参加してる感があります。その結果、残りの 90% のコア資産には一切手を触れず、どっしりと構えていられる。つまり 10% のスパイスはメインのカレーを途中でゴミ箱に捨ててしまわないためのメンタルコントロールの費用なんです。うわー、それは深いですね。スパイスを入れるのは味を良くするためじゃなくて、店を飛び出して隣のステーキハウスに走るのを防ぐための見事な自己防衛システムなんですね。その通りです。ここを理解して組み込む 10% と、ただ欲望のままに組み込む 10% では、投資家としての成熟度が全く違いますね。本当にそう思います。自分の心理の弱さを理解した上で、ポートフォリオを組めるかどうかが長期投資の成否を分けるんです。さて、ここまででなぜ迷うのか、そしてどういうマインドセットを持つべきかという本質は完全に見えました。じゃあ、今この徹底解説を聞きながら、よし、自分は少し定食のバランスを変えようと思ったリスナーは、明日の朝、具体的にどんなアクションを起こせばいいのでしょうか。はい。手元の資産を全部売って、きれいさっぱり新しいポートフォリオに組み替えるべきですか？いや、それは絶対にやってはいけない行動です。もし方針を変えるとしても、今持っているファンドを売却してはいけません。なぜですか？ NISA 口座の中なら利益に税金はかからないんだから、一旦売ってリセットしても損はしないんじゃないですか？そこが NISA の仕組みにおける最大の勘違いなんですよ。勘違い？税金の問題ではなくて、生涯投資枠の浪費が問題になるんです。NISA には1人当たり1800万円という生涯枠がありますよね。はい、ありますね。今持っているものを売却すれば、翌年になればその分の枠は復活しますが、長期的な複利の力という最大のエンジンを一度完全にストップさせてしまうことになるんです。なるほど。雪だるまを途中で壊して、また小さな芯から作り直すようなものですよ。つまり、税金を取られなくても、これまで時間をかけて転がしてきた雪だるまの勢いを自ら殺してしまう行為なんですね。その通りです。だったら、過去の資産は売れない。じゃあ、どうやってバランスを調整するんですか？答えはシンプルです。これからの川の流れを変えるだけでいいんです。川の流れ？すでに保有している資産はそのまま定位置に放置して、今後の毎月の設定だけを変更するんです。なるほど。もし S&P500 が多すぎると感じたなら、来月からの積み立て先をオルカンに変更する。そうすれば、何ヶ月、何年かかけてあなたのポートフォリオ全体がじわじわと理想のバランス、つまり水質へと変化していきます。なるほど。池の水をごっそり入れ替えるんじゃなくて、注ぎ込む川の水を少し変えることで、ゆっくりと時間をかけて全体の成分を変えていくんですね。そういうことです。これなら、
今日明日の市場の暴落や暴騰に怯える必要もありませんね。ええ。そして、その川の流れの変更は手動で行わず、証券口座の自動設定に任せてしまうことが不可欠です。自動設定ですか？はい。クレジットカード決済でポイントが貯まる楽天証券や、取り扱いが豊富な SBI 証券など、システムとして一度設定したら自分では見えないようにできる環境をフル活用してください。なぜですか？人間の意志力はあなたが思っている以上に脆いものだからです。確かに。わざわざ毎月手動で買っていたら、市場が下がっている月に、今月は買うのやめておこうかな。で、必ず日やりますからね。システムに手錠をかけさせるわけだ。ええ、見事な表現ですね。そして、この流れを変える設定をやるなら、決断を先延ばしのしてはいけないんですよね。その通りです。投資における最強の見方は時間です。まだ迷うから、設定を見直すのは来月にしようと、決断を先延ばしするたびに、あなたは自分でも気づかないうちに、見えないところで複利が働くはずだった貴重な時間を失っているんですよ。大きな船の舵を切るなら、今日ほんの数度だけ進路を調整するボタンを押してしまうべきなんですね。はい、まさにその通りです。いやー、ここまで NISA を始めて3年目のあなたが直面する壁について徹底的に深掘りしてきましたが、専門家の分析を聞いて私の中で霧が晴れたように明確な結論が出ました。正解の銘柄なんてものは最初から存在しないんだということです。ええ。玉論を言えば、どの有料なインデックスファンドを選んでも、20年後の結果に致命的な差はありません。唯一の致命傷は途中でやめてしまうことです。途中でやめること？はい。重要なのは、あなたが続けられる仕組みを選ぶこと。これにつきます。隣でジュージュー音を立てている S&P500 に目を奪われてもいいんです。でも自分の胃袋に合っているのはオルカンという定食だと思えばそれを信じればいい。ええ。もしどうしても最新のトレンドに触れたいなら全体の 10% だけ激辛スパイスを振りかけて自分のフォモを満たしてあげればいいんですよね。そうですね。どんな形であれ、この変化の激しい市場の中で3年間という期間積み立てを継続できたあなたの忍耐力はすでに素晴らしい成功なんです。本当にそう思います。投資の世界において3年続けられたというのは、初心者から中級者へ階段を上った確固たる証ですからね。ご自身のこれまでの判断にもっと自信を持っていただきたいですね。今日この徹底解説を聞いて、確かにそうだと思ったなら、すでにあなたの中に答えは出ています。3年後、あの日、迷いを断ち切って動いてよかった。あるいは自分の定職のままでいいと腹をくくってよかったと思える自分になるために、明日アプリを開いて積み立て設定の画面を見るという小さな一歩を踏み出してください。はい。さて、最後にもう一つだけ、これまでの議論を根底から覆すような視点からあなたに思考の種を投げかけたいと思います。ほう。どんな視点ですか？私たちは今日、あなたが夜ぐっすり眠れるためのリスク許容度について、ファンドの中身やアメリカ株の割合から徹底的に話し合いましたよね。ええ、たくさんお話ししました。でも、最も変動が激しく、最も予測不能な変数は、アメリカの経済でも AI の進化でもないんです。と言いますと？それは、あなた自身の人生です。ああ、なるほど。転職をした、結婚をした、子供が生まれた、マイホームのローンを組んだ。あなたの人生のフェーズが変われば、当然あなたの眠れなくなるリスクの境界線も劇的に変化するはずですよね。確かにその通りですね。独身時代には余裕で消化できた S&P500 という巨大なステーキが、家族という守るべきものができた今は胃に重すぎるかもしれない。みんなポートフォリオのリバランスには熱心ですが、一番見落としがちなのは自分自身なんです。深いですね。あなたの人生そのものがあなたの気づかないうちにリバランスされていませんか？次の積み立て設定を見直す前に、まずは今の自分の人生のフェーズから棚卸ししてみる。そこから本当の投資戦略が始まるのかもしれません。ポートフォリオはあなたの人生を映す鏡ですからね。その視点こそが投資の究極の目的を思い出させてくれます。素晴らしい思考の種だと思います。ありがとうございます。次にレストランで隣の席から美味しそうなステーキの匂いが漂ってきたとき、今日のお話を思い出していただけたら嬉しいです。それでは今回の本質への探求はここまで。また次回、新しい知識の扉の前でお会いしましょう。